こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの魅力とか、あるいは僕がボールパイソンに出会ってからのどんな感じのボールライフだったのかとか、そんなことをお話ししようと思います。この子はバナナシナモンエンジっていうんですけど、かなりオレンジ色が強くて、普通はもっと茶色だったりバナナでも黄色だったりするんですけど、ボールパイソンってオレンジってなかなか難しいというか珍しいというか、綺麗に出るのが大変なんですね。で、最初の頃はそんなのも分からなかった。オレンジドリームっていう種類がいるんですけど、オレンジドリームってそんなオレンジじゃないけどなんでオレンジドリームっていうのとかも分かんなかったし、遺伝子の種類で遺伝しやすいものしにくいものがあるっていうのも知らなかったし、オスとメスの判別もなんか上手にできなかったしとか、そんなでしたね。最初に僕がボールパイソンを知ったのは、友人が飼ってたからなんですけど、その人といろんな趣味の話をしてて、車の話とか仕事の話とかいろいろしてて、で実はヘビを飼ってると。でヘビのブリードもしてるんだっていうことで、ヘビっつって、ヘビ触ったことなかったんですね。で見せてほしいっていうので、見に行ったらすごいミニマリストの彼だったんですけど、もう何にもない部屋の中にモモンガと、真ん中にモモンガドーンと置いてあって、こっちの方にメタルラックがあってヘビがいるみたいな、服どこにあるのっていうぐらいの何にもない部屋で、最初に見たのがパイボールとアルビノのフルアダルトでしたね。で持たせてあげるよって言われたんですけど、別に持ちたくはないと思ったけど、ヘビ怖いやとか言うのかっこ悪いなと思って、もう全然持てるよって感じ、はいって言って、キャー何この肌触りと思いながら、もうだんだんそこからすごいすごいってなって、でかい、おとなしい、かっこいい、すべすべつやつや、はいお迎えみたいな。確かに次の日に買いに行ったと思います。その人についてってもらって、で1匹買って2匹買って20匹買って、次200匹買ってすぐヘビ屋になった記憶があります。そうね、だから純粋な飼育者だった時っていうのはもう結構多分短い方で、もう最初からもうこれ増えるなと、ハマるなと、でこれでボールパイソンで生きてこうと思って、もうそこからだから200ドンって輸入してっていう感じですね。最初どうしても欲しい種類の、ドリームシクルっていう種類がいたんですけど、日本で売ってなくて、これ輸入するしかないっていうことで輸入して今に至ります。だから何十年もボールパイソンを飼ってきたとか、家がボールパイソン屋で家業を継いでボールパイソン屋になりました、ヘビ屋になりましたってわけではなくて、わすげえ何これかっこいい、めっちゃいい、めっちゃ素敵、はいヘビ屋みたいになったので、結構まだ熱が冷めてないというか、輸入のたびにファーファーなりますし、ヘビへのテンションが高めなんじゃないかなと思うんですけど、キャッキャしながらスタッフたちと一緒にやっています。ヘビ屋なんですけど、結構もう本当に最初の頃から言ってて、デューレプタイルズではボールパイソンを販売してるわけじゃありませんっていうのを自分でも言ってたし、スタッフにも伝えたり、お客様ともお話をしたりとか、SNS とかでも書いてたと思うんですけど、デューレプタイルズで取り扱ってるのはボールパイソンという生態っていうよりは、ボールパイソンと生きるボールライフ、その人生を提供してるというか、販売してるというか、そういう意識を強く持っています。売って終わりとかじゃなくて、なんでこれを売るのかとか、誰がこの子を買うのかとか、どういう出会いをしたのかとか、この子がどういう世界で生きていくのかとか、このお客様はボールとどういうふうに生きていくのかっていうところまで、想像するのが好きというか、なのでその後ボールパイソンと一緒に長く長く、生き物を飼うって人生変わるわけですから、長く長く楽しく人生が豊かになっていくといいなという、並走というか伴走というか、そういうのができたらいいなっていうのは強く願っていますね。ボールも好きですけど、やっぱり人も好きで、ボールパイソン好きな人とボールパイソンの話とか、人生の話とか、そういうのすごい好きなんですよね。よく接客とかでお仕事の話聞いちゃいけないとか言うじゃないですか。いろんな地雷とかもあるかもしれないから。でも結構僕お仕事の話とか、聞くの好きで、何されてるんですかとか、なんでそれ選ばれたんですかとか、僕はこういうあれでヘビー選んでとか、じゃあこういうとこ似てますねとか、全然そういう世界知らなかったとか話すのもすごい好きなんですよね。だから、ボールパイソンを通してそういう人と出会ってつながって、ボールパイソンっていいねとか、生きるって楽しいねとか、こういうことやっていくの楽しいねとか、そういう話をいろいろできたらなっていうのを最初からずっと考えて、それを喜んできたんですけど、最近、いろんな知り合いとかお客様とかが増えて来ていただいている中で、そういうお話をする機会とかコミュニティっていうのもどんどんできてきたので、一層楽しいですね。ヘビ屋やる前もいろんな仕事とかしてましたけど、ヘビ屋が一番楽しいですね。今年が人生で一番楽しいを
毎年更新してる感じで、今は新しくパトレオンっていうサービスを作ったんですけど、月額の有料のコミュニティなんですが、どうしても匿名だったり、無料だったりすると無責任なコミュニケーションってやっぱできるので、何の責任も負わずに、批判したり叩いたりとか、匿名とかだとねできるじゃないですか。でもそこを一歩踏み越えて、僕もその参加する人たちも踏み越えて一緒に何かを考えたり喋ったりやっていくっていうグループがあるんですけど、そこでする話とかすごく楽しくて、ボールパイソンヘビアなので、こういうものを輸入します、こういうものが繁殖できました、こういうものを売ります、こういうグッズもあります、欲しい人買ってくださいじゃなくて、何作るとか、どんな子を輸入したらいいかなとか、どんな繁殖していったら楽しいかなとか、ボールパイソン好きな人たちはこういうことできるんじゃないかなみたいなのを話せるのがすごい楽しいんですね。今もいくつかプロジェクトがあって、じゃあ僕こういうことできますとか、僕こういうこと知ってます、知り合いますっていうのを持ち寄って、いろんなことをやっていく。ボールパイソンを通して出会った人たちと、いつも思うのは、一緒にお祭りをしているような、それぞれが手を出したり、経験とか知恵を出したりしながらみんなでお祭りをしているような感覚ですね。文化祭みたいな、自分の好きとか得意を持ち寄って、私焼きそばやりたいとか、私演劇やりたいとか、裏方やりたいとか、そういうのが集まって一つの文化祭っていう熱量が生まれるわけじゃないですか。そういうのがやりたいので、一つの祭りみたいになっていったらいいなと思うのと、あとは町っていうか、もうちょっと緊密な村みたいなイメージですけど、こういう人がいてこういう人がいて、でみんなで一つの何かを居場所を作り上げていって、ボールパイソンのことも共有するし、最近ねよく言ってるのはボールライフを超えてホールライフも共有したいって話をしてるんですけど、ホールっていうのは全体とかですね。だからボールライフっていうボールパイソンをどう買うか、どうボールと生きていくかっていうところから始まるんだけど、それを好きな人たちが集まって自分の人生とか自分の好きなこととか自分の趣味とか自分の喜びとか自分の苦難とか、いろんな人生の山とか谷とかも一緒に仲良くやっていけたらいいねっていう、楽しくやっていけたらいいねっていうのができたらいいなっていうことを考えています。とにかくボールに出会ってボールがつないでくれた縁っていうのがどんどん広がっていく中で、僕が今までやってきたこととかできることとか知っていることを通して誰かのと何かができたり、あるいはその知らないからこそできないからこそ誰かに助けてもらったりとかしながら生まれていくものとかがあったりとかして、とにかくヘビを通して人生が組み上がっていってるような感覚があります。これがヘビアとしての正しい形なのかは分かんないですけど、もっと純粋にヘビの技能を突き詰めていく職人のような生き方もすごいなと思って憧れはするんですが、僕もちょっとみんなで何かやるっていうのが好きかなと思って、ボールがそういうのをつないでくれてるなっていうのをねすごく感じています。ということで今日は僕のボールライフとか、ヘビを通して最近何を考えて何をやっているのか、どういうことをして生きていきたいのかみたいなことをちょっとお話ししてみました。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のお試しサービスを行っております。ご希望の方はラット公式 LINE からお試しラット希望とメッセージをください。